どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、今日はスペシャルゲストに来てもらってます。スペシャルゲストはこの方です。木村です。はい、またね、スペシャルゲストに木村さんに来てもらったんですけど、今日のテーマは日本にいる外国人について。うん。で、木村はまあ普段オーストラリアに住んでるけど、この前、日本に帰ってきて、多分思ったと思うんだけど、やっぱりうん。ここ最近外国人日本に多いなって思った帰ってきた時。めっちゃ多いなと思ったよ。うん。うん。木村が行ったの特に東京とか大阪とか大きいね、都市部に行ったから特に感じたんじゃない？そうね。観光客ももちろん多かったんだけど、うん。働いてる人も多いなって思った。確かに確かに。例えばさ、どんなところで働いてる外国人の人見た？そうね。コンビニエンスストアとか、あとうん。はレストランとかうんうん。が多かったのかな。あとはでも工事現場とかもいたよ。ああ、確かに確かに。全然普通に見るよね。うん、そうね。俺の地元が、まあ、横浜の、まあ、外れの方なんだけど、うん。本当に俺が学生の頃なんてめちゃめちゃ外国人は珍しかったけど、うん、今だったら普通にコンビニもいるし、で、うん。たまたま実家の近くで工事やってたんだけど、木村が言ったように、工事現場でも外国人なのかな、多分、の人が働いてて、やっぱり増えたなって思うこと結構あるわ。やっぱそうでしょ。うん。うん。コンビニとかさ、めちゃめちゃ難しそうなのにさ、すごいよね。コンビニってめっちゃ大変だと思う。本当にいろんなうん。ことやんなきゃいけないじゃん。本当だよね。なんか一見さ、昔はさ、簡単なバイトの一つとしてさ、コンビニってあげられたけども、最近はその後ないよね。で、今、コンビニに求められてることって、うん。なんだろう、すごすぎる。いろんなもの買えるしさ。うん。なんか物をで、要は送ったりとかもできるよね。物を送ったりとか、いろんな支払いもできるしさ、うん。すごい、なんだろう、やること多いんじゃないかなというか、働いたら。本当だよね。たうん。だね、ただお会計するだけじゃないもんね、もうね。そう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 んうん。で、しかも普通にコンビニで働いてる外国人の人に対応してもらうときさ、別う。うにん。日本語に問題あるなとか感じたことないよね。ないね。まあもちろん多分、英語じゃない、ごめん。日本語が話せるから採用さうん。れてるんだと思うから、うん。一応そのふるいにかけられてるんだと思うけど、うんうんうん。確かにうん。確かに。まあちょっとアクセントあるなぐらいは思ったことあるけど、でもね、日本語以外にもきっと話せるわけだから、そう考えるとね、コンビニの店長さんからしても特に観光地とかはすごい役に立ってるんだろうね。そうね、今韓国地だったら、本当に猫の手も借りたいぐらいっていうかさ、本当に本当だ人がいよね。ないんだろうね。うん。本当だよね。いや、本当にそうなんだけど、で、そこでちょっと質問したいのが、なんでこんなに外国人の人が日本に増えてるんだと思なんで、まあそうね、コロナが終わって、ようやく収束してさ、う？うん、観光客の人たちは、うん、ようやく、これまでいろんなとこ行けなかったから、うん、旅行に行けるってなって、うん、で、円も安いし、円安だしさ、うん、うあん、の、今までは行きづらかったけど、今だったら行けるみたいなうん。感じになった人が多いんじゃない？確かにね、木村も思ったんじゃない？この前日本帰っていた時にさ、日本のなんか外食安いなとか。めっちゃ安いなと思ったね。多分、こっちで使う3分の1くらいで同じレベルのうん、クオリティと量が、うん、のものを食べれるかな、みたいな思ったね。うん。やっぱり特に外食とかは日本すごい安いよね。安い。本当に安い。うんうん。で、プラス、さっき木村がちょっと言ったけど、観光地とかさ、やっぱり人手が足りないところで、やっぱり外国うん。人のこの労働者が入ってくるっていうのも多分理由の一つにあるよね。そうだろうね。
うん。うん。やっぱり日本どんどんね、人口が減ってるから、そういうところに頼らなきゃいけない部分っていうのもあるんだろうね。で、それでちょっと思ったんだけど、この日本の生活の中に外国人の人が増えてきたんだけど、それで何か変わったなって感じることとかある？変わったなって思うのは、まあまあ、見るからにね、うん。100%日本人じゃないって人が、いっぱいいるなって思うだけで別に何かうん。サービスに変化があったとかってことはないんじゃないかなと思確かになんかパッと見の印象は確かに変わったね。なんか特に観光地とか行くと、なんか日本人よりむしろ外国人の方が多いみたいな状況もあったりするからね。う。うん。まあでもね、一概にね、誰うん。が日本人で、誰が、まあ、こっちに住んで長いとかってわかんないから、確かにね。あの、なんとも言えんけど。うん。うんうんうん。確かに。で、これは、その外国人が影響かどうかはわからないんだけど、なんか外国人の人が増えたから、この普段話す時もカタカナ多くなったとかそういうのを感じる？自分の会話が自分の会話とか、そうね。あとは、なんだろう、テレビとか見ててとか、カタカナ多いなとか思ったりする？どうだろうな。まあね、シドニーに住んでるからね、オーストラリア、うんうん。シドニーに住んでると、自分の日本語がちょっと、あの、日本語使う頻度が少ないから、こう、うん。どうしても、なんかカタカナ日本語になっちゃうことが増えてるからさ、うん、すげえ、カタカナ英語自体はめっちゃ頭の中にのボキャブラリーが増えてるけど、日うんうん。本でも多分そうなんじゃないかな。ビジネスで使われる言葉ってそもそもなんか、うん。英語から、英語がカタカナにしただけみたいなのって多うん。いしさ。めっちゃ使うね。あの、そうそうそう。あとウェルビーイングとかって今日本で言われたりとかしてるけどさ。ああ、ああ、ああ。だから確かにそういうところでメディアで見るカタカナとか、ビジネスで使うカタカナっていうのは増えてきてるのかもしれないね。うん。まあちょっと表現で、日本語で表現しきれないからそういう風にしてるっていう意図もあるかもしれないけどさ。確かに確かに。うん。時々けどさ、日本語で言えるのにわざわざカタカナでさ、言う人とかいるけどさ、それはちょっとめんどくさいなと思うよね。だんだん俺もそんな感じになってきてる気がしてちょっと怖いわ。本当に。なんかね、うん。リスケとかさ、あとなんだろアリス。う。うんうん。あとなんだっけ、コンセンサス得れましたとかさ。うん。めっちゃ増えてんじゃないそういうカタカナ。日本語。ねえ。結構ね、日本語教えてて、時々俺言われるのよね。せっかく日本語を勉強したのに、日本人がめっちゃカタカナ使うから、なんかなかなか日本語を使えなくて、なんか寂しいなみたいなこと言われたことあるんだけど、うん。やっぱり確かにね、英語の方が便利だなっていうシチュエーションもあるんだけど、まあ今もシチュエーションって言っちゃったんだけど、まあシチュエーション。そういう時もあるけど、日本語で言える部分はね、日本語でやっぱり言いたいなって俺は思うね。これ、なんかさ、うん。日本人同士で、例えば、うん。カタカナ英語を使わないで会話をするゲームみたいな、しても、あるね。結構難しいと思うんだよね。すごい、結構難しい。もうカタカナ英語、カタカナ日本語がこうありふれすぎてて、うん。その、なんだろう、あんまり考えてない日本人としても、うん。考えずにその言葉使ってるから、うっかりうん。こう、ゲームでこうやったとしてもうん。出ちゃうと思うんだよね。そうそうそう。やっぱりそのぐらいね、カタカナ日本語っていうのはもうありふれちゃってるからね。うん。うんうんうん。だから多少変化はあるのかもね、言語にもね。そうね。まあ、言語は変わっていくものだと思うし、うんうんうん。確かに確かに。それは思うね。で、外国人がこう増えてきて、なんか具体的にさ、困ったこととか、あ、これ問題になりそうだなって思ったことはあった？問題になりそうかなって思ったこと。そうね。うん。やっぱコミュニケーションとか、うん。あの、文化の違いについてわからないうん。がためにうん。トラブルになることとか。うんうん。確かに確かに。特にね、今オーバーツーリズムって言われててさ、観光客すごい多くなって、で、そこで文化も違うし、言語も違うってなったら、まあ普通の観光客に対応するよりもやっぱりもっと大変だからね。
そう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 。うんうん。で、やっぱり観光客がね、日本語をね、完璧に話すなんて、それは難しいから、あれなんだけど、やっぱり日本に長く住んでるけど、日本語を話せない人でもいるのよね。やっぱり俺そううん。いうのを見ると、なんかもったいないなと思うね。うん、そうね。うん。これはまあ、俺がこっちにいて思うけど、うん、なんか自分がこう伝えきれないと、うん、相手からは、なんか頭が良くないって思われる可能性があると思うんでね。もちろん自分の母国語では伝えられることでも、うん、なんかちょっと難しい単語とかさ、その時にパッと出てこなくて言えなかったりしたことで、うん、相手からは、なんだろうね、そういう性格の良くない人とか、頭の良くうん、うない人みたいん、な感じに思われちゃう可能性もあると思う。だからうん、うん。それが、こう日本語で伝えきれないことで、なんかそういう風にうん悪く思われちゃうのは、本うん、当にもったいないなと俺も思うね。本当だよね。だからね、せっかくね、まあ観光客で日本語を完璧に喋れない。それはもう全然しょうがないと思うけど、これから日本に住みたい人とかね、今住んでる人で、やっぱり日本語をまだ話せないって人は、こういうね、俺らのポッドキャストを聞いて日本語をちょっともっと向上させてほしいね。そうね。ということで今日は日本にいる外国人について話してみました。皆さんの国では最近外国人は増えていますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。